大間時フィルムのヒロト。ともです。どうも。どうも。今回なんですけれども、じゃあともさんどうぞ。いいですか。はい。前回、肺病院に行ったじゃないですか。はい。で、そこでちょっと自分ね、ギブアップしちゃったじゃないですか。体調悪くなっちゃって。そうですね。で、僕がその後一人でね、探索をしたわけですけど、おそらくこれであろうという、その気味の悪い落書きは発見したんだけど、特にね、何も起きなかった。肺病院。そこで、やっぱ自分体調悪くなっちゃって、断念しちゃったっていうののリベンジっていうのもあるし、あとは、体調悪くなったってことは、何かこう自分はね、こう感じるものがあるんじゃないかってちょっと思うわけですよ。で、もう一回行きたいなと。これは僕たちの中でも何度か話していて、体調に影響が出た場所って、結構えげつないことが起きてる場所なんだよね。とは言いつつも、当然その体の無事が最優先であることがね、変わりないので、議論を重ねた結果ではあるんだけど、行きたいと。行きたいです。僕もあそこでじっくり検証はしてなかったので、ちょっと不完全燃焼な部分もあったんで、じゃあぜひ今回、もう一度行こうと。そうですね。いうことですね。はい。わかりました。行きますか。行きますか。はい。はい。ではですね、また再びこの場所へやってまいりました。本当前回ともさん入った直後にですね、体調が悪くなってしまってるんで、本当今回もちょっと何かあればすぐに行ってください。そうですね。気をつけます。前回の撮影を踏まえて調査したい場所っていうのがいくつかありますんで、ちょっと順番に行ってみましょう。本当にもし何かあればすぐ行ってください。そうだね。じゃあ入っていこうか。相変わらず不気味だね。あれなんか、誰かあの後訪問してるっぽいね。来てるね。来てるよね。変わってるね。ちょっと変わってるよね。若干。やっぱりここ相性悪いかもしれない。なんで？いや、結構ね、気持ち悪いかもしれない。マジ？ちょっとなんだろうな。全然マジで無理しなくていいから。頑張りますわ今日は。本当にでも無理は禁物で。でもね、比較的僕はね、全然その気味の悪さとかは、なんていうの、その精神的なものってのはなかったのよ。で、確かにその気味の悪いものはあった。それをちょっと見せるんだけど、本当無理せず気をつけて。そうですね。前回僕が来た時にもうあからさまにその階段の音、カン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 って音がしたのよ。そうで、ある程度人がいないかどうかのチェックはしたんだけど、ちょっと人であるかどうかが分からなくて、確証がないというか、人がもしかしたらいるかもしれない。そんぐらいはっきり。そう何もないもんね。でもちゃんとなんかその入院病棟って感じなんだね。ヒロ君、音聞こえたよ。何の音か分かんなかったけど、ヒールカツンカツンみたいな足音聞こえた。全然聞こえなかった。ヒール？階段じゃない？ヒールの音は向こうでしょ？向こう。ちょっと向こう、どの道その落書きがあるから上だから一回上ぐるっと行ってみようか。僕がね、前聞こえた足音はもう普通の靴、こういうが階段を登ってくる音。なんか体調気をつけてちょっと言ってね。奥なんだけど、これ
れか。気味の悪い落書きって言ったらこれでしょ。まあそうだね。うん。この部屋にいます。ありがとうございますって書いてある。噂ではこの絵を見て女の子がおかしくなっちゃったって。そう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 。めっちゃ目立ってる。それでうん入らないわけにもいかないじゃん。で入ってったらこれ。まあでもこれもね本物じゃないだろうし。まあまあ。いたずら。外場。まあそれっぽく描いたってこと？そうそうそう。気持ち悪いね、こういういたずらが。どう？大丈夫？まあなんか感じる？いや、特には今のところ。大丈夫そう。まあまあまあ、若干気持ち悪い感じはあるけど。こっちまあ一周ぐるっとさ、回ろうと思って広げ広げ広げ。いやなんか女の人の悲鳴、女の人の甲高い悲鳴みたいな。今ちょっと広く全然聞こえてない。全然聞こえてない。ヒールの音とかも。いや今聞こえた聞こえた。2階だと多分こっち側だよ。動物の音とかいや違う違う、完全に女の人の声だと思う。悲鳴だったよ、悲鳴みたいな。ちょっと待って、いろんなとこから聞こえるんだけど。ちょっとやばいかもな。いやさっきからめっちゃ聞こえる。ここやばいな。俺やばいのかもしれない。ヒロ君さ、ちょっと覗いてみてよ。いいけどいないよ。すいません。いやいや、ヒロ君今返事してた。いや聞こえた聞こえた。本当に普通に返事してた。ヒロ君がすいませんっつったのに答えるように入ってはーいって何にマジで本当に全然聞こえてないんだよ。マジ？なんでこんな僕聞こえないんだろう。ここにさっき目があったでしょって書いてあって、この落書きってこと？そうで察するに、さっきの落書きの顔と目があったでしょってこと言ってんのかなと思って。まあこの落書きを見たからさ、女の子はさ、目があったってパニックに陥ったのかなとも思うけど、符合するよねなんか。本当はあのトイレと上の部屋でそれぞれ分かれて検証しようと思ってたんだけど、ちょっとトモさんマジでちょっとやめといた方がいいか。でもやらんと。それか僕がやるから、トモさんちょっと、今回も待つ。そのさ、なんていうのかな、体調に来てるじゃん。それが心配だわ。確かにね、声とかめっちゃ聞こえるし、ヒールの音全部なんか女の人に関連したことなのかな。絵を見て霊障みたいになったのも女性か。そうね。それだったら、二手に分かれてやった方が早いっちゃ早いんじゃない？いやなんか倒れそうやんトモさん。いやほんとここやばいかもさ。今は？いや今は何も聞こえないけど、多分ここを登ってきてたと思う、ヒールが。ちょっと一旦休憩しよう、下で。はい、今ね一周して戻ってきたんですけど、やっぱりね、トモさんの調子がすこぶるおかしいと。そうだ。トモさんにだけ何か聞こえて、何かが見えている。僕には一切聞こえてない。検証を先ほどもお伝えした通り、3階の女の顔が描いてある部屋と、トイレの部屋に分かれて、撮影をね一人検証をしようと思っていたけど、どう？ちょっと前回もヒロ君一人で来てもらってるから、やらんわけにはいかん。
体調がねちょっとまた聞こえる？足音じゃない。何も聞こえません。無理せずとしか言いようがないけど。そうだね。まあその辺は自分で無理だと思ったら、すぐやめるんで。了解。3階の絵があった部屋、あそこやばそうだから行こうかなと思分かった。じゃあ僕トイレ。一旦じゃあそれで検証してみましょう。はい。まあ気をつけて。はい、じゃあトモさん、そっちから行く？オッケー。じゃあヒロ君は僕こっちから行くわ。本当に体調悪いピーク来たら注意して。そうだね。すぐ2階にいるでしょ。そこに合流します。はい。じゃあまた後で。頑張って。お互い頑張りましょう。僕はね、本当に全然何も聞こえてもないし見えてもないんで多分平気だと思うんですけど、トムさんは本当心配だね。ここだね。じゃあここでしばらく検証したいと思います。果たして本当にこれが落書きの絵のことなのかっていうのは定かではないけど、あんまりこういう心霊スポットに慣れてない子が一種の錯乱状態というか異常な精神状況に陥ってしまったらパニック発作というかね、ありえるのかなとは思う。さっき目があったでしょ。少なくとも僕は会ってないと思う。トモさんは誰かと目が合ったのか？誰かいますか？トモさんは無茶するんでね、それがちょっと心配ですけど。昔聞いた怖い話でもさ、屋上に登って女性が飛び降りをしたと。一度飛び降りてから一回落ちただけじゃ死ねなくて、もう一度非常階段を登っていってもう一度同じ場所から飛び降りた、そんな形跡があったっていう怖い話がありますよね。皆さんもね、ベランダからの景色っていうのを見てもらったと思うんだけど、これね、屋上からここ2階だけど3階から飛び降りたぐらいじゃね知らないと思うんだよね。よほど当たりどころが悪くないと。下は比較的ふかふかした土なので、それを思い出しちゃいますよね。一度飛び降りて血だらけでね、もうバキバキの状態でまた戻ってきて、飛び降りって聞くとさ、もう一個怖い話を僕は思い出すんだけど、人って直前にね見たものに念が移るっていう風に言うんですけど、ベランダに突然何か気配を感じてバッとねベランダに目をやった。その瞬間上から人が落ちてきて、その落ちてきた人間とバッチリ目が合ったっていうね、真っ逆さまの状態で上から飛び降り脱をした人間とちょうどここで目が合った。そして落ちていった。その話は下がコンクリートで即死だったっていうことはまたちょっと違いますけど、30分ぐらいね検証しておりますけれども、特には何もトモさんからの連絡ないんで、トモさんもちょっと迎えに行きましょう。もしかしたらトモさんの方は何かあったかもしれないので。この廊下は気味悪いですよね。トモさんと本当に対照的で、僕はそう悪い嫌な感じしない。当然前回僕一人で来てますからね、慣れもあるんでしょうけど、僕とトモさんは皆さんご存知の通りタイプも全く違うので、お互いの相性、心霊スポットの相性っていうのがなかなか違うんですよね。いるね、いた。この部屋、うわ、顔色悪。この部屋がとかじゃなくて、そういうことだよね。ここがダメなんだと思う。空気がすごいひんやりするんですよね。女の人の声とかめっちゃ聞こえるから、本当ここ相性悪いんだろうなって思いますね。ここは何だろう、ボイラー室
待って待って。ちょっと、今、完全に足音じゃない？いや、待って。マジかよ。ごめん、すいません。なんか、全然、喋ることが思い浮かばないわ。めちゃめちゃ、怖いし、体調悪いし。なんかね、ずっと追いかけられてる気がするんだよな。追いかけられてるっていうか、足音がね、めっちゃ聞こえるし、女の人の声も聞こえるし。また真っ白になってる。申し訳ない。多分、いいよ。何にも喋れんかったかも。全然いいっすよ。まあ今日帰ろっか。いや、ちょっと待って。いや、無理でしょ。あった、2回、なんかあった、トイレ。それなんもない。交代してやろう。お互いチェンジしてさ。ヒロ君したな。僕はここ？そう、なんもなかったんだったら。もう徹底的にやりたいんだね。いや、もう、やるしかないんじゃないの。いや、ここまで来たらやろうよ。結構いろんな物音とか声とか聞こえてるから、相性はいいんじゃない？そういう動画的にはさ。まだやる？まあ、せっかく来たからさ。それで本当に何も起きなかったらもうそれでおしまいにしようじゃん。そうだね。結果として今ともさん体調がすこぶる良くない状況だからさ、仮にねそれがこの場所のいわゆる霊障だとかいったものであれば、おそらくともさんはもうちょっと頑張れば取れ高があるだろうっていうふうに思ってしまっているかもしれないけど、まあそれよりも無事でいることが優先なので、まあ何もないなら何もないでもいいね、仕方がないということで、また後で。大丈夫かな、ともさん。まあ本当でもともさん一回ああなるともう聞かないんで、一緒に行ってる人間が食らっちゃうともう片方は平気になっちゃったりするよね。僕は今あんまり恐怖感じてない。それよりともさんの方が心配。今回のこの再検証は使えるかどうか分かりませんが、何もなく終わればお蔵入りと。3階、さっきの話だとここからさ飛び降りるわけでしょ。見えにくいかもしれないけどね、そんな高くないのよ。足から着地したらまず死ぬことはないだろうなっていう、まあ当然大怪我はするけど骨折くらいかなって感じで、飛び降りてしまうっていうのはちょっとにわかには信じがたいかな。それがこの女性ってことなのかな。目が合ってる。これは落書きだからね、単なる。誰もいない。まあこれ何の部屋なんだろう。でも屋上に一部屋だけ、まあ変わった部屋だよね。誰かいますか？どうした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 出よどうしたう。やばい。何どうした出た。出た方がいい？行くか。出てから。いや、まあ分かった分かった。大丈夫ですか？とりあえず大丈夫。その体調はまあとりあえず行こう。いや大丈夫かな。びっくりしたわ。じゃあ頑張って。頑張ります。また後で。体調悪いんだけどさ、まあやらんのかっていう気持ちになっちゃってる。いや、ここね、完全にいると思う。いると思うんですよ。いる。
無理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 。やばいどうしたやばいやばい。無理無理。出よう出よう。どうしたやばいやばい。何どうしたちょっと出た方がいい。